それで火力の方がどれくらい出るかなんですが、はいどうもこんにちは、ガキです。本日はヘブ版でバフスキルとデバフスキルを組み合わせて高火力を出していく方法について紹介していきます。いや、最近はですね、ヘブ版が1周年を迎えたこともあって、さらにエンジェルビーツとのコラボイベントが開催したこともあってか、新規のユーザーがですね、めちゃくちゃ増えたように感じます。それで動画のコメントだったりね、Twitter の DM とかでよくお問い合わせが来るんですけど、どうしたらこの動画のように火力を出していくことができますかとかね、スコアタでダメージの方を伸ばしていきたいんだけど全然ダメージが伸びないんですみたいなね、コメントをよくもらいます。なので本日はですね、新規のユーザーの方に向けたバフとデバフを組み合わせて高火力を出していく方法について紹介していきます。また最近始めた新規のユーザーではなくともバフの倍率だったりデバフの倍率についてもね、詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しく思います。はい、それでヘブ版で高火力を出す際に一番大切になってくるのは何といってもやっぱりクリティカルになります。このクリティカルをですね、しっかりと出せるかどうかが高火力の鍵になってくるんですけど、では具体的にですね、このクリティカルってどうやって出すのっていう話になってくるんですが、一部のキャラクターはクリティカル率を上げるバフスキルっていうのを持っています。例えば代表的なキャラクターで言うとこちら、桜庭セイラの SS スタイル。それ以外のスタイルで言うと、このドレスバージョンのね、樋口聖華 SS スタイル。ただ、この桜庭セイラや樋口聖華といったスタイルを持っていないと、クリティカルを出すことができないのかというと、そうではありません。それ以外の方法は主に2つあるんですけど、まずはですね、この花村式の S スタイルや、柳美音の SS スタイルのようにですね、味方全体をチャージするっていうね、バフスキルがあります。こちらのチャージを入れることによって、スキル威力やクリティカル率の方もね、20% 上げることができます。ただ、チャージの方はですね、20% しか上がりませんので、クリティカルが出るかどうかはお祈りになってしまいます。そこで次なる方法になるんですけど、こちら、強化育成の方をタップしていただいて、オーブボスっていうのがあります。こちらのエクゾウォッチャー R を攻略することによって、会心のオーブっていうのを入手することができます。その会心のオーブをですね、アクセサリーのところにセットすることによって、クリティカルシンキングっていうね、クリティカル率を上げるスキルを習得することができるんですね。はい、こちらになります。自身のクリティカル率を上げる。オーブボスの攻略に関してはですね、過去に動画の方をアップしてますので、気になる方はそちらの動画をチェックして、ぜひ攻略してみてください。このクリティカルがないとですね、1000万ダメージを超えるような高火力、高ダメージを出していくことはかなり難しいっていうか、ほぼほぼ無理なんじゃないかなと思います。なので、まずはですね、クリティカルの方を用意しましょうということです。はい、それでは次にですね、各バフスキルの倍率について紹介していきます。まず代表的なのはこちら、エンハンスですね。このスキルは前衛のスキル攻力を 50% から 65% 上げることができます。こちらの全体にバフをかけることのできるフィルエンハンスもですね、効果量は一緒になっています。次にこのドーピング系のスキル、僕はねそのように呼んでるんですけど、エンハンスと違ってですね、スキルの攻撃力を大きく引き出すことができます。この表現のスキルはですね、だいたいスキル攻撃力が 75% から 90% アップします。例えばこの水着司のね、ウィッシュカムトゥルーとか、あとはユッキーが持っているこのクールダウンとかもね、スキル攻撃力を大きく上げることができますね。で、次に聖域のカンタータのように味方全体をチャージするスキルに関しては、スキル攻撃力が 20% から 30% アップ。で、クリティカル率の方が 20% アップです。次に大島一子 SS スタイルの専用スキルのように、非属性のスキル攻撃力を上げるとかね。例えば、雷属性のスキル攻撃力を上げるとか、氷属性のスキル攻撃力を上げるとか、そういった属性バフって僕は呼んでるんですけど、属性バフの方の効果量は 65% から 80% となっています。あとはですね、ちょっと特殊な部類で言うと、まず一つ目はフィールドですね。フィールドを貼ることによって、そのフィールドに対応した属性のスキルの威力が上がるんですけど、フィールドには強弱ありまして、強の方が 50% スキル威力がアップ。で、弱の方が、スキル威力 20% アップになってます。あと特殊なところで言うと、国見玉お正月バージョンのね、持ってるスキルで、投資っていうのがあるんですけど、
闘志はですね、味方のパラメーターをすべてプラス20にしますね。あとはエンジェルビーツとのコラボガチャの方で実装された奏も持っているんですけど、この心眼っていうのはね、少し特殊ですね。心眼とは弱点属性で攻撃した際の火力を上げることができるんですけど、効果量の方は 35% から 50% になっています。はい、それではバフに関してはですね、今現在環境にあるバフはだいたい説明終わったんですけど、そのバフスキルの中でも今の環境で最強って言われているバフスキルが2つあります。まず1つ目はリー・ユンシアの SS スタイルが持っている専用スキル、第7系夢中所有ですね。味方単体のスキル攻撃力を上げることができて、なおかつ連撃数を5回上昇、さらに SP が0以上であれば使用可能っていうね、めちゃくちゃ強いスキルです。そしてもう一つはこの樋口聖火ドレスバージョンが持っている専用スキルアブソリュートフェノメノン。味方単体のスキル攻撃を上げつつクリティカル率、クリティカルダメージの方も上げていくことができます。この2つのスキルに関してはですね、すごく今現在評価が高くて、バッファーでも最強格の2人として扱われています。では次にですね、デバフスキルについて紹介していきます。デバフに関してはね、代表的なものがまず3つあります。1つ目はですね、こちらのアイナが持っているような防御力をダウンさせるスキルですね。実際は相手の防御力を下げているわけではなくて、ダメージの方にね、上乗せが入るみたいな、そんな感じでイメージしてほしいんですけど、こちらは単体と全体によって効果が変わります。単体の方の効果量は30から 45%。で、全体の方は 20% から 30% になっています。次に、このディープブローのようにね、相手を脆弱状態にすることができるデバフスキル。脆弱に関しては、全体攻撃だろうが、単体攻撃であろうが、効果量に関しては一緒で、こちらはですね、35% から 50% になっています。はい。そして3つ目はですね、この非属性の防御力を下げるなどのような、属性の防御デバフになります。こちらもですね、単体攻撃、全体攻撃で効果量が違いまして、単体の方がですね、45% から 60%、全体の方は 30% から 45% になっています。この防御デバフと脆弱、そして属性の防御デバフ、これが代表的なデバフになります。はい、それでここまでね、説明を終えて、やっと本日の本題に入れるんですけど、今説明したバフスキルとデバフスキル、この2つをですね、うまく組み合わせることによって火力っていうのは簡単に出していくことができます。ただ適当に使っていけばいいのかっていうとそうではなくて、バフもデバフも一部の例外があるんですけど、基本的にはですね、同系統のバフスキル、同系統のデバフスキルといったものは2つまで重複させることができます。ちょっとね、イメージしづらいと思いますので、実践動画の方で実際にね、皆さんにお見せしていきたいなと思います。はい、それではこちらですね、大島みのりのバフを見てほしいんですけど、ただいまですね、第7系宇宙醤油が2つ、で、アブソリュートフェノメノンが2つ入っています。この状態でみのりの専用スキルを打っていきます。で、今回ね、敵の弱点属性が非属性になっているので、このみのりのね、前衛を自身を含めて心眼状態にするっていう効果が生きてきますね。さらに、桐生宮の方にはですね、呪音の矢っていうね、相手を脆弱状態にするスキルがありますので、こちらも使っていきます。では一旦 DP の方を割っていきましょう。じわじわとつきます。年間の系といこう。はっ情熱を踊ってはい、それではこんな感じですね。みのりはアタッカーとなっているんですが、このようにバフとデバフを組み合わせることによってめちゃくちゃ火力を出していくことができますので、相手の DP をね、簡単に割っていくことができます。そして DP を割った後大切になってくるのはですね、もちろんバフ、デバフも大切なんですけど、この HP の上に数字がありますよね。今 202% って書いてあると思うんですけど、これは破壊率といって、この数値を上げれば上げるほどスキルの火力の方がアップします。基本的にはこの白虎のようにね、破壊率大って書いてあるスキルの方で破壊率を上げていくんですけど、まずはこの荒くねブレードのね、破壊率を上げながら、またみのりの方にね、バフをかけていきましょう。はい、それでは準備ができましたので HP の方を削っていきましょう。ちょっとね、舞台が全体的にね、ボロボロになってしまったんですけど、相手の破壊率が 500% まで上がりました。まずは相手にですね、脆弱と防御デバフを2つずつ入れていきます。で、デバフ効果っていうのは1ターン経ったら切れてしまいますので、
オーバードライブを絡めて戦っていきます。それでは行きましょう。まずは脆弱を入れてオーバードライブを発動させます。このオーバードライブの発動している間っていうのはデバフ効果っていうのがねずっと残り続けます。はい、それではこのようにですね、桐生宮の脆弱が2つ入ってユンユンの防御デバフが2つ入っています。ではユンユンの方で無中所有をもう1回使って、緑の方でチューマウハイテンションの方を使っていきましょ勝利とは我が示す緑色。それで火力の方がどれくらい出るかなんですが、はい、それではこんな感じですね。はい、それではいかがだったでしょうか。本日はヘブ版でバフスキルとデバフスキルを組み合わせて効果力を出していく方法について紹介させていただきました。まあ動画の尺なんかもありますので結構ねざっくりとした説明になってるかと思うんですけど、もしこの動画を見て何かわからないことがありましたらコメント欄にてコメント書いていただければ時間がある際にね返信していきます。それでは本日の動画参考になった方は高評価、チャンネル登録何卒よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。